こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、カラフルで可愛いイラストですよね。黒さんの作品でタイトルはパシャリ。パステルカラーのメイドを描きました。目、髪もこだわって描いています。背景もメイド喫茶のようにしてみました。影の部分、真正面ではないこと、背景、可愛い感じがないところ、スマホの向き、皿の向き、また斉藤直樹先生が直した方がいいところを添削してほしいですとのことです。はい、可愛い感じがないところっていうのは可愛くしてほしいっていうところでしょうかね。はい、まずですね、技術的には拙い部分はあるんですが、でもね、アイディアとしてね、スマホで撮るところまで含めて絵にしようっていう作戦、これはね、すごく見ている人に共感を呼び起こさせる素晴らしいアイディアだと思いました。そこがね、まずいいですね。はい、ただですね、アイディアは確かにいいんですが、ちょっとそこだけ決めた時点でこう見切り発車してしまった印象があります。スマホで撮るのはいいんだけど、スマホで撮るってどういうことなのか、そこにはどういうやり取りがあるのかっていうね、ちょっとしたリアリティの部分まで踏み込めれば、この作品もっともっと魅力的になると思いました。アイディアのその先、プラスアルファの部分に踏み込んでいきつつ、添削を進めていければと思っております。今回の添削はですね、いつもそうなんですが、僕そこまで大々的に絵柄を直したり、難しい書き込みしていきませんが、それでもね、かなり見た目変化すると思います。おそらくね、同じような悩みを抱えている人も多いと思いますので、今回の添削たくさんの人に活かしていただければ嬉しいです。それでは早速いってみましょう。はい、まず最初に思ったのがですね、スマホの向きですね。こうスマホで写真撮るなら普通縦じゃないってことなんですね。横で撮らないこともないと思いますが、スマホっぽさを表すんだとしたら、やっぱり縦画面だと思います。なのでまず画面の比率調整していきます。はい、こんな感じですね。そしたらカメラとカメラアプリの UI の位置、これを調整しなければいけません。やってみます。はい、まずね、インカメの位置、インカメかな、これマイクかな、これを上に移動させました。さらにカメラアプリの UI、これですね、これも下に移動させましょう。はい、こんな感じですね。でですね、僕から見てこのイラスト、パッと見の問題点として挙げられる部分なんですが、このイラストのシチュエーション、そんなにね、良くないってことなんですね。ですね、女の子が横を見てベロを出して、で、多分自分以外の誰かをからかっているのか、そんな感じの店員さんをあんまり関係性のない自分が、横から隠し撮りしているみたいな、なんかそんな感じに見えるんですよね。で、なんだろう。ダメっていうことはないんですが、今言ったこともこう無理やり想像すればそういうことになるっていうだけで、正直なところこの絵からあんまり具体的なシチュエーション読み取れないんですね。で、具体的なシチュエーションが読み取れないにもかかわらず、スマホで撮るっていうアイディアだけが妙にね、こう具体的なので、見ている人はね、スマホで撮った写真をあえて絵で描いているんだな、何描かれているんだろうで意味を読み取ろうとして、で、あれなんか具体的なネタなかったなっていうね、ちょっとこう残念感につながっているような感じがするんですね。そこを回避しましょう。ですね、これはいろいろな解決法があると思うんですが、僕が今思いついたアイディアはこうです。はい、ですね、まずひとまずオムライス加筆しました。加筆しましたが、ここもそんなに重要ではないので、あんまりがっつり加筆したわけではありません。あくまで雰囲気重視、この程度で大丈夫です。ちょっとね、真ん中に書きすぎたので、もうちょっと端っこに寄せておきます。で、もう一点気になった部分としてキャラクターの等身感があります。というのも、スマホで撮るっていうシチュエーションが妙にリアルなので、そのリアリティと撮られている対象の女の子のデフォルメ具合に少し違和感をね、感じます。もちろんですね、画面手前にちいかわのような同じデフォルメ感のキャラクターがいれば、画面の中と外で整合性が取れて違和感は消えるんですが、今回画面の外に
キャラクターが描かれていないので、画面の中のキャラクターのリアリティレベルを上げることでこの違和感を解消しようと思います。少しね等身感を上げますね。はい、こんな感じです。まだちょっとね、それぞれのパーツの大きさを見直しただけなので、こう、組み上がっていないパズルみたいな感じになってしまっています。ここからポージングを考えながら、違和感なく各パーツをつないでいきましょう。まずね、オムライスと腕をつなげます。はい、こんな感じ。そしたら腕をグッと前に突き出しているので、上半身は少しひねり気味になるはずです。デザインや書き込みは特に修正しません。角度だけ調整します。はい、こんな感じです。奥の腕もですね、ここも肩をぐっと後ろに引いているはずなので、角度調整していきます。こんな感じです。はい、徐々に自然になってきました。最後にスカートの調整です。はい、こんな感じですね。さあ、どうでしょうか。さっきね、リアリティレベルを上げるって言いましたが、僕別にそこまでリアルに書き込んだわけじゃありません。ただ、パーツの大きさを見直して、それを自然につなげていっただけなんですが、さっきよりもぐっとリアル感増しましたよね。リアルに描くって言われると、いやそんな技術ないよって思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。大きさのバランスさえ自然に合っていれば、リアリティって勝手に出ちゃうものなんです。覚えておいてください。さあ、次に顔のリアリティレベルも少し調整します。といってもデフォルメ感をなくしてリアルにしていくわけじゃありません。ほんのちょっとしたことです。例えばこの口元、このねベーってベロを出している口元なんですが、これねベロをベーって出していることを分からせるためだと思うんですが、結構思い切ってベロをベーって出しちゃってます。ただ人間ってですね、人の顔の表情にはすごく敏感なので、ここまで大げさにねベロをベーって出さなくても、あ、ベロ出してるって分かっちゃうものなんです。やってみます。はい、この程度、結構ね控えめにベロを出しましたが、このぐらいでね、あ、ベロ出しているって伝わります。さらに目線も調整しましょうか。あとですね、顔の部分でもう一点、耳ちょっと直した方がいいかもしれませんね。はい、顔はこんな感じです。さあ、ここで一回見比べてみると、さっきオムライスはどこに提供されていたのかわからなかったんですが、今回はカメラを向いている自分自身に提供されています。この違いですね。もうお気づきの方も多いと思いますが、僕が絵のシチュエーションとしてどういう状況を想定したのかっていうと、お店の女の子がオムライスを持ってきてくれました。で、撮る側はね、オムライス美味しそう、写真撮っていいですかとかって言ってね、スマホカメラを向けます。でもね、撮ってる本人、この場合は僕なので僕って言いますが、僕はですね、オムライスになんて1ミリも興味ないんですね。もう目の前の女の子を撮りたくてしょうがない。だからオムライスにカメラを向けるふりして、で女の子にカメラ向けてるっていうね、もうだからね、完全にオムライス見切れてますよね。はい、女の子にピントが合っています。で、そこでパシャッと写真撮ったんだけど、でもそこは女の子の方が1枚上手でしたね。どうせ私撮ってるんでしょ、分かってるよって言わんばかりにウインクしつつね、ちょっと舌を出して僕をからかっているっていう、そういうシチュエーションを想定してみました。そこまで絵の内容をしっかり考えるとですね、スマホカメラで撮っているっていうアイディアと絵の内容がちゃんとリンクして、見ている人に伝わりやすい絵になると思います。アイディアをね思いついた時の嬉しさってあると思うんですが、これはね見切り発車注意です。さてクライマックスです。背景についてなんですが、背景も今ちょっとこうイメージ背景みたいな感じになっているんですが、スマホで撮っているわけなんで、具体的な背景が書いてあった方がリアリティレベルは上がります。
背景描くのめんどくさいよ、難しそうだよっていう人も多いと思いますが、いえいえ、そんなにねしっかりと描かなくてもそれっぽく見えれば大丈夫なんです。だってこの絵の主役はこの女の子なわけなんで、背景はねその余力でとりあえず描いてありさえすればそれっぽく見えちゃうんです。はい、その証拠を見せるために今回ねなるべく適当に背景描いてみますね。これめっちゃ適当に描くんですけど、リアリティレベルぐっと上がったように見えるはずです。やってみます。まずはここから。はい、窓枠とカーテンっぽいのを描きました。色はね、さっきの背景からほぼスポイトですね。カーテンがあるっていうことは、横に柱とか描いておけば、それっぽいでしょうか。追加してみます。いやまあ、この段階だとね、いくらなんでもこれ適当すぎだろうって思うかもしれませんが、もうちょっと待ってくださいね。で、それっぽい柱を描くときはですね、まず、直線をこうビーッと引きますね。ビー。はい、これも適当です。そしたら、ちょっと明るい色を選んで、で端っこの部分をねこうビーッと引きます。でビーでこんな感じですね。でそしたらこの暗い部分を選択して、ここにね横縞をこうビッ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 ってこう一定間隔で引いていきましょう。ビッ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 でこんな感じ。そしたらさっきのこの色を選んで、縦にねこうやってこう縞模様を入れていきましょう。一定間隔で、はい、こっちもビッ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 
ピッと。でこの明るい部分にもちょっとだけこう気持ちこんな風にこう縦縞が見えるように模様を追加してあげるとなお OK ですね。はい、全部に入れる必要はありません。こんな感じ。はい、もうこれだけでレンガっぽい柱の完成です。めっちゃそれっぽいでしょ。はい、そしたらですね、ここお店なので手前にテーブル書いてあげましょうか。はい、テーブルもねそんなにしっかり書かなくて大丈夫です。それっぽく書ければ OK ですね。はい、こんな感じですね。で、あとは地面です。地面はもうフローリングっぽい線を描けばもうそれっぽく見えます。はい、こんな感じです。どうでしょう。いやもうよく見ると結構ね、というかかなり適当ではありますよ。ありますけど、でもこのぐらい適当に描いたとしても、離れてみるとですね、意外とそれっぽくリアリティを感じられる背景になったでしょ。背景難しいよって言う前にね、とりあえず描いてみてください。意外とね、パパパーっと描いても、そこにマッチしている背景が描いてあるだけで、目がね、足りない部分を補完してくれますので、それっぽく見えちゃうものなんですよ、背景って。さあ最後にもうちょっと状況を分かりやすくします。手前のオムライスなんですが、もうぼかしフィルターをかけて完全にピンボケにしちゃいましょう。はい、こんな感じですね。もうなんなら女の子の顔の部分にカメラのピント枠をつけて、こっちの方にピント合ってますよってね、あからさまにしてあげてもいいかもしれません。あとはこんな感じにしてもいいでしょうか。はい、緊張している自分の指ですね。こんなのを書いてあげると、撮られている対象の女の子は全然緊張していなくて、慣れた様子でこっちをからかってきてくれているのに、撮る側の自分はド緊張していて手が震えているみたいな、そんなギャグっぽい仕上がりになって良いのではないでしょうか。といったところで今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。人物はね、もうほぼ変形だけでしたよね。書き換えているわけではないのに、この変わりをすごくないですか。はい、なのでもともと可愛くは描けてたんですよね。ちょっとねバランスや方向性を見直すだけでかなり絵を変化させることができました。今回の添削は絵のシチュエーションを考えて状況に合わせてリアリティレベルを上げるという添削をしてきました。はい、キャラクターの等身感が上がったのでかなり印象が変わったように思えるかもしれませんが、僕がやったのってほぼ変形だけです。それと背景は描きましたけどね。でもそれだけでここまでイメージを操作することができちゃいます。自分のね技術があまりない
ないから簡単なデフォルメ絵しか描けないと思い込んでいる人は、今回のこの添削を見ていたらそんなことはないってわかるはずです。あなたもねきっと描けるはずです。恐れずにチャレンジしてみてくださいね。それと今回は正面顔のイラストでしたが、横顔描くの苦手なんだよなっていう人も多いと思います。横顔ってね意外と難しいんですね。そんな方にはこちらの動画気まぐれ添削66がおすすめです。2時3時の剣持東也くんの横顔をポイントを解説しながら添削してみました。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。